おはようございます。3区のとしです。今日は神戸市垂水区塩谷駅来ておりまして、ここからスマアルプスをご紹介したいと思います。コースはですね、塩谷駅六甲全山重曹の西のもう一つの起点ですね。ここから、そのままスマアルプスの方を抜けまして、ゴールはですね、板宿駅、そこから新長田駅ですね。そちらの方まで向かっていこうと思います。天気がいいんでね、楽しんでいこうと思います。それでは行きましょう。塩谷駅は JR と山陽電車が横並びにあります。こちらハイキングコースの案内図が駅にあります。それではスタートしていきます。こういう上りがすごいな。ちょっとね、街中道が分かりにくいんですけど、ここを右に曲がります。この毘沙門天方面かな。こっちの方行きます。ここから左の上へ登っていきます。ここが六甲重曹路西の起点。今はね、須磨浦公園駅がなんか西の起点で一般的になってますけど、もともとここもね、西の起点の一つです。三王神社、毘沙門堂、ちょっと竹林の中に入ってきました。この上に毘沙門堂お堂があるそうですね。ここで舗装路がなくなってトレイルに入っていきます。スタートしてからちょうど1キロぐらいですね。ここに分岐あります。ちょっと分かりにくいですけどね、ここを右へ曲がります。今日はヤマップの計画ではですね、約10キロちょっとぐらいなんでお手軽なねコースですんで、トレランはもちろんですけど、登山ハイキングでも全然行ける距離ですんで、参考にしてくださいね。石の階段が続いております。こちらに分岐があります。最初に目指すのはこの旗振山、こちらを目指していきます。大今の気温は19度ぐらいですね。地元の方ですかね、結構歩かれてる方多いですね。すっかりトレイルになりました。この辺りはもう道幅も広くてね、すごい気持ちいいトレイルのコースですね。海が見えます。向こうには淡路島ですかね。船がいっぱい通ってますね。須磨浦山上遊園の敷地に入りました。須磨浦山上遊園はかなり広くてね、私物心つく前から両親に連れられてきたのをなんとなく覚えてます。こちらに明石海峡橋、ここに見えますね。案内板です。ここに旗振毘沙門堂ってここにもあるのか。ここも見晴らしいいですね。ここに明石海峡橋も見えます。この上に毘沙門天、毘沙門堂があります。はい、旗振山山頂到着しました。はい、こちら旗振山253メートルです。ここは展望台あります。天気から四国まで見えるな。次に目指すのは鉄海山、そちら登ります。ここ分岐あります。これ左の方、鉄海山オラガチャや戸川山方面ですね。ここに分岐ありまして、鉄海山はここの右を登っていきます。山頂をスルーして、左に巻いていくこともできます。六甲全山重曹とかね、キャノンボールの時は、ここあまり登らないですね。そのまま巻いていって体力温存って感じです。鉄海山山頂到着しました。ここは眺めいいですよ。鉄海山からの眺望、今日全部見えるな。でこちらへ下ります。ここまで約3キロですね。標高は237メートル。鉄海山から降りてくると分岐があります。先ほどね、山頂に行かずに巻いてくるとこの道にやってきます。こっちの方にね、進んでいきます。次に目指すのはオラガチャヤの高倉山ですね。こちらも分岐になってます。オラガチャヤ方面向かっていきます。風はちょっとひんやりしててね、心地いいんですけど、
上りとかね、日が当たるとことかは結構蒸し暑く感じますね。ちょっと公園のような、ね、雰囲気になってきました。このもう少し先がオラガチャです。ここにも展望台があります。風が気持ちいい。向こう神戸空港から離陸した飛行機が見えますね。現在ここですね。オラガチャはもう少しです。そして高倉台、ここ越えて戸川山、横尾山、そしてスマールプですね。そして今日はここからこちら板宿駅に行って、そしてこちらの新長田駅まで向かっていこうと思います。はい、こちらがオラガチャ屋です。こちらが高倉山ですね。そして向こうに見えるのが戸川山。この階段も長いんでね、結構みんな嫌がる階段です。まだ続きますよ。さあ階段降りてきました。あそこの橋を渡ります。以前はここにスーパーがあったんですけど潰れちゃってますね。自販機はあります。で引き続き進んでいきます。向こうに見えるのが戸川山ですね。目の前に戸川山見えてきました。こちら右の方に行くと加藤文太郎さんの名にちなんだ文太郎道っていうのがね、今は整備されつつあります。今回ねこの左に行ってちょっと戸川山名物コースから行きたいと思います。あそこに六甲全山重曹路の案内ありますけど、ここを右へ、ここが名物コース、戸川山の階段ですね。上の方までずっと続いてます。振り返ると先ほど通ってきた階段がこの辺りにあります。まだ階段続いてます。振り返ると明石海峡大橋。さあ階段終わりました。もうちょっと登ります。ちょっと岩っぽくなってきましたね。戸川山山頂到着しました。展望台に登ります。いい眺め。標高は274メートルです。次に目指す山は横尾山。そこを過ぎるとスマールプスですね。現在スタートしてから約5キロ。この辺りは細かいアップダウンがね続くだけですんで、そんなにきついとこはないですね。だいぶ横尾山近づいてきました。横尾山頂到着しました。横尾山過ぎるとスマールプスはもうすぐそこですね。向かっていきます。だんだんと岩々しくなってきました。その先は鎖もあります。でっかい岩も現れましたね。さあスマールプス到着しました。いい眺め。すぐ左は住宅街です。そしてこちらは海ですね。いやこんな街からすぐのところにねこんな景色が広がってるとは本当不思議なところですよね。向こう人いっぱい見えます。この下も人がいます。これが高取山です。でこれかな、これが菊水山。さあそれではちょっと進んでいきます。さあここ登ります。
こちらに名称馬の背の看板あります。いやー、すごい眺めですね。さあ、スマアルプス満喫しまして、次は東山登っていきます。すごい眺めやな。この先東山へは少し登って、その後はもう板江戸駅の方にね降りていきます。さあ、ここから東山へ登ります。はい、東山山頂到着しました。ここからスマアルプスが見えます。板江戸駅の方に降りていきます。スマアルプス気持ちよかったですね。天気も良くてね、最高でした。人も多かったですね。ここの分岐板江戸駅は右の方に行きます。気持ちいいとこやな。だいぶ街近づいてきましたね。こちらにも分岐あります。先ほどの分岐点、右からでも左からでもどちらからでも板江戸の駅行きます。板江戸八幡神社ですかね、八幡神社ですかね、駅って書いてますけど、こっちの方向かっていきます。左ですね、こちらの方向かっていきます。さあ、向こうに街並みも見えてますけど、だいぶ降りてきましたね。風が冷たくて気持ちいいです。分岐ありますけど、ここ板江戸方面、こちら左の方ですね、進みます。神社のところに降りてきました。だいぶ色あせてる感じやけどね。こちら板江戸八幡神社。さあ、それではあとは駅の方にね向かっていきます。ちょっと街中に出ると迷路みたいになってますんでね、地図アプリとかでね現在地確認しながら進んでください。はい、こちら板江戸駅到着しました。ここまでですと約9キロぐらいですね。ここからね電車乗られる方は乗っていただいて、今回はねちょっと新長田の駅までもうちょっと走っていきます。JR 新長田駅到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に新長田駅到着しまして、今日はね天気も良くてね、スマアルプスも綺麗に見えて最高でしたね。またねトレランに役に立つ動画、講師紹介の動画アップしていきますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。動画が良かったら高評価もよろしくお願いします。ではバイバイ。